あなたは自分の考えを貫くあまりに人から恨まれてはいませんか？遡ることおよそ3年前の2019年6月9日、タイの病院に救急搬送された女性がいました。女性の名前はワン・ナンナンさん。タイで手広く飲食業を営む中国人経営者です。高さ34メートルの崖から足を滑らせ落ちたというワンさん。全身17本の骨折をし、意識も朦朧とした状態で病院へ運ばれました。連絡を受け駆けつけたワンさんの夫はこの状況を見て顔面蒼白。病院と二人三脚で看護を始めます。手厚いサポート体制が功を奏し、会話ができるほど回復したワンさんは警察に通報し、こう告げました。私は崖から足を滑らせたのではありません。本当は突き落とされたんです。崖から突き落とされた中国人女性経営者のワンさん。犯人は商売敵か、はたまた一緒に働いている社員の誰かなのか。ワンさんを襲ったのは抜け目がないほど腹黒く用意周到な人物だったんです。おっさす、ケンコです。コラーゲンたっぷりのフカヒレスープを飲んでお肌プルプルやりやにこ。これ、コラーゲンたっぷりフカヒレジュースのトンボ。ほら、お肌プルプルになってきたでしょ。なんだろう、昭和っぽいんだよね、なんか笑いが。令和の笑いって何？あんたが見せなさいよ、令和の笑いを。チョパペーじゃないわよ、あんた。それは俺の黒歴史でしょ。戦争してた時のやつや、それ。本日皆様にご紹介するのは、ある人物から非常に恨みを買って、なんと崖から突き落とされた女社長の話なんです。経営してる人でしょ、なんか恨み買ってる人多そうじゃん。まあなんか経営者とかさ、マネジメントする人って、やっぱ結果を出すことが大事なんで、メンバーとかね、一緒に働いてる人にちゃんとこう指摘するっていうのは、僕はね、めっちゃ大事だと思うんですけど、人によってはさ、それでこう、あいつうぜとかなってさ、恨みを買うようなね、人もね、いるのかもしれないですよね。この人そうだったんじゃないの？多分。まあね、それがね、本当にそうだったのかも含めて、早速、ワンさんが崖から落ちた場面から見ていきたいと思います。崖から落ちた女社長。遡ることおよそ3年前の2019年6月9日、タイのウモンラーチャターニーにある国立公園へ、言いづれけど言えたわ、ワン・ナンナンさんが訪れました。中国人のワンさんは32歳の女性経営者であり、4年ほど前からタイへ来て飲食業で成功を収めていました。レストランやゲストハウス、母国である中国にも会社を構え、順風満帆な仕事ぶり。そんなワンさんは私生活も充実していたんです。それは一つ年上の夫、ユー・シャウドンがいつも忙しいワンさんを支えてくれるから。2年前、中国からタイに来ていたビジネスマンのシャウドンと恋愛結婚したワンさん。思慮深くて紳士的、しかも将来有望なシャウドンに一瞬で恋に落ちたんです。そして今、ワンさんのお腹には愛する夫シャウドンとの子供が宿っていました。家庭的なシャウドンは妊娠しているワンさんの体調を気遣い、進んで身の回りの手伝いをしていました。僕が食器を洗うから休んでて、お腹の子のためにも君には無理してほしくないんだ。そしてワンさんが妊娠3ヶ月に差し掛かった頃、夫のシャウドンがある提案をしました。子供が生まれる前に2人きりで旅行をしよう。その旅行で出かけたのが広大な自然が広がるタイの国立公園。ここでもシャウドンはワンさんの手を引いて歩いたり、進んで飲み物を買ってきたりと、妻のために気を配ります。ワンさんは夫シャウドンに頼りながら安心して旅行を楽しんでいました。超しどり夫婦じゃないの。しどり夫婦ですよ、俺も。私もちょっとそんないい音は欲しいわ。いる、うち広いからいるよ。小栗旬いる？小栗旬もいる。僕は夜遊びしてない女性がいます。なんであんたの好みいきなり入ってくる？いや、このように夫婦水入らずで旅行を満喫していた2人なんですが、旅行中に最悪の事態が起きてしまうんです。旅行中の早朝、ワンさんは朝日を眺めるためにとある場所に立っていました。それは国立公園内にある崖の上。自然そのままの断崖は迫力満点で、息を飲むほど美しい景色が広がっています。ワンさんはそんな美しい景色を眺めながら様々なことに思いを巡らせていました。事業のこと、家庭のこと、そしてこれからのこと。誰かに相談したい時もあるんですが、中国からタイに出てきたワンさんは何でも話せるような友人が近くにいませんでした。心細いな、それは。しかし、こうして昇る太陽を見ていると心が軽くなりリフレッシュされていきます。本当に旅行に来てよかったわ、とつぶやいた次の瞬間、ワンさんは崖から転げ落ちたんです。転げ落ちた先は34メートル下の崖下。転落した瞬間は失神したワンさんでしたが、奇跡的にも崖下で意識を取り戻していました。しかし、体が動かない。
助けを求めようとしたんですが、喉に血が逆流し声を出すことができません。もうダメだわ、このまま大量の血を失って死ぬか、野生動物に食べられて死ぬかと絶望した時、大丈夫ですか？偶然通りがかった観光客がワンさんを見つけてくれたんです。ワンさんはすぐさま病院へ救急搬送されました。そしてワンさんが搬送されてからすぐ連絡を受けて病院に駆けつけた夫のシャウドン、どこにいるかと心配してたんだ。まさかこんなことになっているなんて。救急治療室に運び込まれる血だらけで意識のない妻の状態を見たシャウドンは大きな声を上げて取り乱しました。そして行われた手術、全身17箇所の骨折、そして200針以上縫うほどの手術の結果、幸いにもワンさんとお腹の赤ちゃんは一命を取り留めたんです。ああ、神様。夫シャウドンは全身の力が抜け崩れるように座り込みました。大きな手術をしたワンさんの病室は個室の集中治療室。自分がいない間に何が起こるかわからないと心配した夫のシャウドンは同じ病室に泊まり、ワンさんの世話をすることを進んで引き受けました。母子ともに無事でよかったんだけどさ、崖の下って普通海のイメージみたいなのあるけど、観光客が通る道があったのね、これ。そうですね。うん見つかってよかったですよね。まあいろんなね偶然が重なったんですけど、ワンさんがね落ちた場所も良かったんですよ。人間がねどれぐらいの高さから落ちたら帰れるんでしょうかっていうのをね、本日のメトラキーワード転落死とともに見ていきたいと思います。高いところから転落した場合、転落した高さと落下地点の状況により生存率が変わります。落下地点がコンクリートだった場合の転落は、高さ10メートルからの生存率がぐっと低くなり、高さ12メートルから15メートルの生存率はおよそ 50%、そして高さ30メートルから33メートルの生存率はほぼ 0%。しかし高さ30メートルの場所から転落したとしても、落下地点の状況により命が助かることもあるんです。落下地点が土や草木、家の屋根だった場合は、それらがクッションになり体へのダメージが少なくなるから。今回高さ34メートルの崖から転落したワンさんは、途中で引っかかった木の枝がクッションになったことでダメージを和らげたんです。奇跡的。めちゃくちゃ奇跡じゃない今回。奇跡。どうしてさ、ワンさんはこんな危ない場所に一人で朝日見に行ってたの？そうですよね、そこなんですよ。ワンさんなぜ崖に登ったのか、徐々にね回復していくワンさんなんですが、その後ね真実を打ち明けてくれるんです。崖から落ちた本当の理由。手術を終えた後、病室のベッドで意識を取り戻したワンさん。目を開けると、夫のシャウドンが心配そうに顔を覗き込んでいました。ワンさんは何かを話そうとしたんですが、口には酸素マスク、体は1ミリも動かすことができないため、何も伝えられないんです。ワンさんの表情を見て何が言いたいのかを察したシャウドンは、ワンさんの手を握りました。君は何も言わないで。そして担当医からお腹の子が無事だと伝えられたワンさんは、まだ意識は朦朧としていたんですが、嬉しさで涙が溢れ出していました。我が子の無事を確認し、安心したワンさんは再び眠りについたんです。しかしその数日後、悲しい出来事がワンさんを襲いました。怪我の治療にあたり、大量の麻酔や投薬を行った結果、お腹の子が亡くなってしまったんです。自分の命と引き換えに子供の命を亡くしたワンさんは絶望に打ちひしがれていました。お腹の子が生きていてくれたことが今のワンさんにとって唯一の生きる希望だったんです。治療を続けたところで元に戻るかどうかもわからない自分の体、二度と戻ることのできない幸せな暮らし、思い描いていた未来のビジョンはもろくも崩れ去ってしまったんです。そしてワンさんの頭にはこんな考えがよぎりました。もう生きていても仕方がない。夫のシャウドンは嘆き苦しむワンさんに常に付き添っていました。24時間ワンさんのそばを離れず、そのため食事すら取らないことも。そんな夫のシャウドンの姿を見ているうちに、ワンさんはこう決心するようになったんです。私がここで負けたら子供の命を無駄にしたことになる。命を救われた私が立ち上がるんだ。入院7日目のこと、警察はある人物を逮捕しました。それはワンさんを崖から突き落とした犯人です。ワンさんは犯人逮捕の前日、警察へこのように通報していました。私が崖から落ちた理由は足を滑らせたからではありません。本当は突き落とされたんです。ワンさんは入院しながらも虎視眈々と証拠を集め、通報するチャンスを狙っていました。そして逮捕された犯人はなんと夫のシャウドンだったんですね。怖すぎだろこれ。じゃあ何、ワンさんがさ、朝日見に行ってた時も一人じゃなくてシャウドンが隣にいたってことでしょ？そうなんです。まだあんないい夫そうだったのに、とんだクソ夫じゃないのよ。人間の皮をかぶった化け物だったんですよ、シャウドン。人間は私化け物だと。おっしゃる通りですね。でも人間はいいとこもある。僕ね結構月に例えるのちょっとキザかもしれないですけど、僕ミッドナイトムーンとか月とか好きなんですけど、月ってこう満月の時もあれば、真っ暗な時もあるじゃないですか。人間もね間違える時もあるんですよ。もちろんね今回の人を殺してはいけませんが、闇と光みたいなね、今回シャウドンはもう暗いなんかあったんでしょうね。そうね、月もいろいろ表情変えるし、人間と一緒ね。そうなんです。
早朝、タイの広大な国立公園を歩くワンさんと夫のシャウドン。手をつなぎ、他愛のないおしゃべりをしながら自然の爽やかな空気を満喫する二人。二人が向かっているのは絶景の朝日が見えるという断崖のスポット。ぜひ見に行こうとワンさんを誘うシャンドン。やっと着いた。こっちにおいで。崖の上に到着したワンさんとシャウドン。早朝の崖の上には二人を除いて誰一人としていない。柵も手すりもない断崖は自然のまま景観が美しく、ワンさんは目を輝かせた。すごく綺麗ね。昇る太陽を目の前に、夫のシャウドンはワンさんを後ろから優しく抱きしめた。そしてワンさんの右頬にキスをするシャウドン。こんなに穏やかな時間が過ごせると思っていなかったワンさんは心の底から幸せを実感していた。旅行に来てよかった。するとシャウドンはワンさんの耳元でこう囁いた。落ちて死ね。強い力で背中を押されたワンさんは抵抗すらできず崖の下へ転げ落ちた。崖下で倒れているワンさんを発見したのは偶然通りかかった迷子の旅行客でした。ワンさんの体を受け止めた木の枝、そして道に迷った旅行客、めちゃくちゃ難易度低そうで読みづらい単語5位ぐらいのやつ。これワンさんはなんとか命が助かりました。病院に駆けつけた夫シャウドンはワンさんの意識が回復するなりこう脅したんです。崖にはカメラもないし目撃者もいなかった。証拠は何もないんだ。余計なことを話したらぶち殺すぞ。もう怖すぎだよ。なんでいきなり表変したこいつ。シャウドンは妻を心配する良き夫を演じながら病院に付き添うふりをしてワンさんを見張っていたんです。絶望の底にいたワンさんでしたが、お腹の子が亡くなったことで強さを取り戻していきます。ワンさんは夫シャウドンの言うことを聞くふりをしながら監視から逃れるチャンスを狙っていたんです。そこで訪れたのが入院5日目の出来事。徐々に回復してきたワンさんは個室から一般病棟へ移されました。一般病棟では家族の宿泊は禁止されていて、指定された時間内の訪問に限られていたんです。ここでワンさんはついに通報へと踏み切ることができたんです。通報するにあたりワンさんが持っていた唯一の証拠はワンさんを脅している夫シャウドンの録音音声。ワンさんはシャウドンとワンさんの会話を録音するように中国から来てくれた友人に頼んでいたんです。シャウドンずっと演技してたもんね。人間不信になるわよ、パートナーにそんなことされた日には。いやもう結婚してるのにそんな演技でさ、すごくない？シャウドンなりのこう理由があったんでしょうけど、僕には理解できないですよね。したくもないですね。そもそもなんで殺したの？ではね、このシャウドンがね、一体どんな男なのか、バンさんとシャウドンの馴れ初めから見ていきたいと思います。夫の正体。2017年5月、すでに事業で成功していたワンさんはあるパーティーに出席しました。するとそのパーティーでワンさんに声をかけてきた一人の男性がいます。それが後の夫となるシャウドンでした。仕事のプロジェクトでタイに来ているというシャウドンはハンサムでスタイリッシュ。当時恋人がいなかったワンさんは印象のいいシャウドンと連絡先の交換をしたんです。その日からシャウドンのワンさんに対する熱烈なアプローチが始まりました。毎日のようにワンさんを職場へ送り迎えをして、ワンさんが資料を忘れた時にはすぐに届けるなどの気の利きよう。それどころかワンさんの好きな食べ物を把握していて、いつでも食べたい時に買ってきてくれるんです。しかもシャウドンとワンさんは趣味嗜好がよく似ていて、どんな会話でも盛り上がることができました。一人でタイに来て仕事を始めたため、心を開ける友人が近くにいなかったワンさん。シャウドンと一緒にいることが楽しくなり、二人は交際に発展したんです。付き合うようになってからもシャウドンは常に理想的な恋人でした。健康的で礼儀正しく自分を律することができてポジティブな考えを持つシャウドン。そんなシャウドンのことをワンさんは私とよく似ている人だわと思っていました。そしてシャウドンはワンさんに毎日のようにプロポーズをしてきます。絶対に君を幸せにする。僕は君と一緒にいたいんだ。ワンさんは少し早いと思いながらもこれこそが本物の愛だと信じ、シャルドンからのプロポーズを承諾しました。出会って2ヶ月のスピード婚でした。いや早いな。しかしワンさんを待ち受けていた結婚生活は思い描いていたものではありませんでした。シャルドンのワンさんに対する態度が表変していったんです。結婚した途端あれほどマメだったシャルドンは何もしなくなり、一日中ベッドの上でゲームをして過ごすようになりました。ワンさんとの会話もめんどくさがり、仕事にも行きません。そして生活費どころかギャンブルで作った借金の返済までワンさんに要求するようになったんです。優しい夫の姿なんてほんのチョンみたいなもんだったんじゃないこれ。本質的にはもうそのチョンもないよ。チョンもなかった。全然ないよ。
実はワンさんと出会った時のシャウドンが仕事のプロジェクトでタイに来ていたと言っていたのは真っ赤な嘘。中国にいた時から多額の借金を抱えていてタイに逃げてきた男だったんです。そんな男に目をつけられたのが事業で成功していた女社長のワンさんでした。シャウドンは SNS などをチェックしてワンさんの趣味嗜好を調べ尽くし、気の合うジェントルマンを演じていたんです。そんな夫シャウドンの本性を知ったワンさんでしたが、決して見捨てることはしませんでした。ワンさんはこのような考えを持っていたから、夫婦はお互い足りないところを補い合い助け合う義務があると。愛情深く粘り強いワンさんは妻である自分ならシャウドンを変えられると信じてどうすればいいのか考えていました。そこで夫シャウドンに提案したのが借金の返済を自分でさせること。半分はワンさんが返済するが、もう半分は自分で働いて返済するとシャウドンに約束させました。そして働き口としてワンさんの経営するレストランの中から1軒お店を任せました。これは規律正しい生活をすることで気持ちを入れ替えてくれると願った上での提案でした。しかしシャウドンはやっと手に入れた理想の生活を変える気などありません。むしろ自分の借金を全額返済してくれない妻に腹を立て殺意を抱いたんです。めちゃくちゃずうずうしいじゃんこいつ。はあ、マジ何こいつ本当に。勝手にギャンブルして借金作っておいて、それワンさんに払わせようとしてるんでしょ。もう紐の中でもクズ中の紐よこいつ。これを変えようとしてるワンさんも早く別れなさいよ本当に。不思議だよね人間って。依存してられたりね、なんかいろんなね事情があったのかもしれないですけどね。シャウドンはねワンさんを崖から突き落としてなんと懲役10年にしかならなかったんです。もう僕からしたらね短すぎるよ。ありえない。人を殺そうとしてですよ、だってこの男のためにねワンさんもほぼ全てを失ったんですからね、もう許せないですよそれは。ワンさんは事故によって人間関係やビジネスやお金、健康全てを失ってしまいました。入院費やリハビリ代に加えて裁判の申し立てをするにあたって高額な費用を費やします。そしてお金がなくなったワンさんから離れていく人々も多くいました。何度手術をしてもどんなに苦痛を伴うリハビリを繰り返しても未だに歩くことはできません。ワンさんはシャウドンとの結婚生活を思い出しこのようなことを言っています。夫婦であれば相手を変えることができると思っていたけどそれは間違いだったと。とても寛容で粘り強さを持つ強くも優しい女性ワンさん。シャウドンはワンさんの盲目的な寛容さに甘え自分を更生させようとする粘り強さに嫌気がさしたのではないでしょうか。人間関係において寛容さと忍耐はお互いの誠実さに基づいているとも言われています。不誠実なシャウドンにはワンさんの心が伝わらなかったんです。